皆さんこんにちは。ドル円が150円を突破している最も円安のタイミングでアメリカに行って散財してしまったカモーラレ。相変わらず負のパワーを持っているなと我ながらに感心しますが、今回の動画のテーマについては予告していました通り、為替が円高に動いた時にどのような銘柄が恩恵を受けるのか。まずはじめに11月下旬に入る頃からドル円の方向性が変化してきている。そしてその為替の動きを受けてとある銘柄が突然急騰し始めた。そういった例をご紹介したいと思います。そして数ある企業の中には親切な銘柄ですと、例えばドル円が1円動いた時にどれくらい利益が出るのか情報開示してくれている銘柄もありますが、かなり数としては少ない。そこで当チャンネルでは独自にデータ分析を行って情報開示しているしていないを問わず横断的に比較し、もし円高になった場合恩恵の大きい銘柄というのを弾き出しました。こちらのリストと逆に円高の時に他の銘柄よりも食らいやすい銘柄というのもリストアップしていますので、よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。まず最初のテーマ、11月の下旬に入る頃から為替の方向性が変化してきている。これまでドル高円安一辺倒の為替相場でしたけれども、それが反転してきている。なぜ従来ドル高円安だったかと言いますと、その要因の一つとして挙げられるのは、従来日本においては金融緩和策を世界の主要国の中でほぼ唯一取り続けてきた。マイナス金利を維持して異次元緩和策を取ってきたわけですね。ただ今年の後半からはその緩和策をやめていく方向に進んできていますけれども、一方でアメリカにおいては今年1年ほとんどインフレ率との戦い、急激な物価高、これを抑制するためにどんどんと政策金利を引き上げ続けてきた。従来はこの両国の政策関係性においてドル円の為替というのはドルの価値が高まって円の価値が下がっていくということで、ドル高円安の一辺倒な展開が11月中旬までは続いてきたという流れですね。それがアメリカの方ではそろそろインフレ率が落ち着いてきて、景気の過熱感も十分に抑え込めた。これ以上の利上げはもう必要ないんではないかと。そして年が明けて来年2024年にはどこかのタイミングで利下げに転じる必要があるんではないかと、そういった風潮になってきている。そうするとこの政策転換によって恩恵を受けやすいのは中古型株をはじめとする成長株ですね。ごく単純に申し上げますと、運転資金、借り入れというのが低金利で行えるようになり、事業展開の拡大を見込めると、そういった意味合いで中古型株、成長株にメリットが出てくる変化と言えるでしょう。一方で先ほど少し申し上げましたが、日本においては異次元緩和策、これを順次修正して正常化に戻していく。金利としては徐々に引き上げていく段階に入ってきているということですので、あくまで両国の政策金利という面においては、為替に与える影響というのは、これまでのドル高円安から一転してドル安円高、こちらの方向に作用するマクロ環境の変化ということですね。特にアメリカの方では年内さらなる利上げが行われるか、あるいは必要ないかという議論がここ 1,2 ヶ月続いていましたが、もう利上げはないという思惑が優勢になってきたということで、11月の下旬からはドル安円高の方向に進んできていると考えられています。カモラレなんかはこの潮流が切り替わる直前、最もドル高円安のタイミングで宿泊先のホテルで急遽現金が必要になり、両替をすると172円とかいうとんでもないレートで両替させられた。なぜかフロントの方にはセンキューと感謝されたのが若干違和感を覚えましたが、ともあれこの為替相場の方向性の変化で今回メインのテーマとなる円高による恩恵が受けられる銘柄、これが今後魅力的になってくるかもしれないというわけです。そうすると両国の政策変更で、一つ目は中小企業成長株のメリット、二つ目が円高の恩恵銘柄となるわけですけれども、まず一つ目、中小企業、日本で言いますとマザーズ指数改めグロース250指数と10月まで大幅に下落を続けてきた中古型株中心の指数ですが、こちらの推移ご覧いただきますと、一足早くですね、11月入るあたりから上昇基調に転じているということで、今回の動画のテーマではないんですけれども、当チャンネルでは中古型株の需給を分析するテーマでの動画もお出ししていますので、よろしければそちらも
ご覧いただけますと幸いです。さて今回は2つ目の円高恩恵銘柄について見ていきたいわけですけれども、まずご覧いただいているのはドル円の11月下旬に入るところ、11月中旬まで1ドル150円を超えていた為替レートは21日に一時147円台前半まで3円、つまり 2% 近く円高の方向に進みました。ただその後はやっぱり利上げがあるかもしれないと一進一退の動きになっていて、またドル高円安の方向に進んだりしていますけれども、足元では再び147円すらも割り込むようなレートまで円高が進んできたと。この147円を割り込むといったようなドル円相場というのは6ヶ月のタームでご覧いただきますと、9月以来ということで約3ヶ月ぶりの水準、そして7月の下旬あたりから長らく続いてきた円安ドル高の方向性というのがトレンドとして少し変わってきているという話ですね。この7月の下旬に何があったかと言いますと、直近アメリカで利上げが決定されたタイミングですね。意外と7月末から4ヶ月ぐらいはもう FOMC も政策金利を引き上げていない期間が続いています。これより前というのは毎月のように金利が引き上げられていましたので、年内の追加利上げがないとなると、このドル高円安の方向に進んでいた思惑というのはある程度解消されてくる。自然に考えると足元でそのような動きになっているのは納得がいくわけです。足元ではドル円が147円を割り込んだり、再び150円の方向に進んでいったりと、かなり大幅に右往左往している。また政策金利だけが為替相場を司っているわけではありませんので、これ以降必ずしも円高に進んでいくとは言えませんけれども、そうなっても不思議ではない。その備えとして円高恩恵銘柄にポジションをある程度持っておくというのは要望的に理にかなった判断ではないかと思います。そんな中で例えばなんですけれども、とある銘柄が急騰し始めたというのはニトリですね。こちらの銘柄に関しては、日本株上がっていく中であまり上昇してこなかったと言いますのも、円安による日本の株高というのは、ニトリにとってはあまりメリットがないからです。例えば、円高恩恵銘柄と検索すると、サイトによってまちまちですが、ニトリが筆頭で出てくるサイトもあるくらい、こちらの銘柄は円高恩恵銘柄の代表格。ということで今年はほとんどレンジ内を横ばいで推移しています。ただ、11月の中旬のところですね、大きく窓を開けて下落している。こちらでは決算が発表されて、とんでもなく悪い決算でしたけれども、このタイミングで16,000円から14,000円台後半まで約 10% の下落、一時記録しましたけれども、結構悪い決算の中で、1週間後にはですね、突然急騰し始める。決算発表前を優に超えて、今度は 20% 近くの上昇。このピンクの枠で囲った部分というのが、為替相場の方向性が変化してきた11月20日以降の相場月となっているわけです。こちら直近1ヶ月11月の推移だけご覧いただきますと、決算で一度大きく下がりますが、20日以降のところで急激に上昇を見せている。マイナス 10% からプラスの 20% まで、だいぶ乱高下激しい動きですけれども、この急激な上昇の中でも下の棒グラフ、出来高に関しては、従前の平均よりもかなり大幅に増えているのがお分かりいただけると思います。やはり相場の中には、為替レートの方向性の変化で、円高に強いような銘柄をある程度持っておこうと、取引が集中している節があるかと思われます。一般的には円安に進んだ方が日本株にとっては全体としては恩恵があるとよく言われますけれども、それは間違いないというのも当然皆さんご存知の通り輸出企業が多くを占めているからですね。例えばとあるレポートから抜粋しました業種別の為替感濃度、ドル、ユーロ、それぞれ1円円安になった場合に予想営業利益がどれぐらい増減するか割合を示したものですけれども、一番円安になった時に恩恵を受けるのが海運業、営業利益が約 3% 上昇すると。続いて輸送用機器、自動車関連ですね。こちらが 1.6%。そしてほとんどの業種において円安に進むことは営業利益にとってプラス。一番右側の割合で黒字になっている業種が円安恩恵の業種というわけですけれども、大半を占めています。下の方に5つの業種だけ円安になった時に営業利益がマイナスになる。つまり円高になる方が恩恵がある業種。食料品、鉄鋼、パルプ、紙、空運、電気ガス業と、この5業種だけが円高恩恵の業種となっていますので、
やはり日本株全体としては円安になった方が業績も上がって株価も上昇しやすいと。それは間違いないんですけれども、このデータソースとなっているのがトピックス採用銘柄で為替間濃度を開示している296社と、トピックス採用銘柄と言いますと2100を超えますので、時価総額順にピラミッド2100社並べたときに296社というとかなり上の大型株、こちらを中心にさらに為替間濃度を開示すること自体は義務付けられていませんので、上位約300社が開示しているわけではなく、大型株の中でも親切な銘柄は開示している一方で、超大型株にもかかわらず為替間濃度を示していないような銘柄も数多くあります。そういったデータソースの中で業種ごとにこちらのリストを作ってもある程度の方向性はつかめますが、そこから投資判断にどう活かせばいいのかと、その業種に属する銘柄を買っていいのかと疑問に思うわけですね。そこで当チャンネルが独自に円高円安恩恵銘柄の分析を行いました。トピックスの中でわずかに開示されている為替間濃度を使っても全銘柄横断的に比較ができませんので、当チャンネルが行った分析というのはどの企業でも決算で出しているデータ、売上高、営業利益や純利益といったものの中からご覧いただいているように段階的に決算の中で計算されていく、その一番最初のところ、売上高が売上原価と売上総利益に分けられている部分ですね。ここに着目します。なぜこのデータを使うかと言いますと、当チャンネルをご覧いただいているようなプロレベルの個人投資家の方には非常に僭越ですけれども、こちらのイラスト、上段が仕入れ、リンゴを買い付けて、下段が売却、リンゴを売っているというイラストですね。例えば、リンゴを海外から仕入れて国内で販売する場合、こちら上段の仕入れ先が海外ですので、例えばドルベースだと円を米ドルに変えてリンゴを買わなければいけないということなので、円高、円の価値が高い方が売上原価が安くなる円高恩恵の銘柄ですね。一方で今度は逆に日本の国内でリンゴを仕入れてこれを海外に輸出する場合というのは下段の売却先というのがドルベースになりますので、ドルで売り上げた部分を円に換算してくるとなると、ドル高円安の方が売上高としては大きくなるということになります。そうすると先ほどのこちら戻っていただいて、輸出企業というのは円安の方が売上高が大きく伸びる。そうすると売上総利益も増えるという形で売上原価の割合が下がります。逆に最初に申し上げた海外からリンゴを仕入れて国内で売りつける場合というのは円高になった時に売上原価が下がる。売上原価が下がることによって利益率が上がるという形ですね。そうすると、それぞれの企業の売上原価が売上高に占める割合というのを、為替の動きと比較して見てみることで、円高の方がいいのか、円安の方がいいのか、それぞれの企業によってデータが出てくるというわけですね。具体的にどのようにデータ分析を行ったか、例えばニトリの例でご覧いただきますと、こちら、オレンジのラインがドル円の20年間の動き、それぞれプロットされているのは、ニトリホールディングスの決算タイミングの為替レートです。青のラインというのはそれぞれの決算期における売上高原価率ということでご覧いただいても非常に相関が高いのがお分かりいただけると思います。つまりオレンジのドル円が円高下方向に進むと原価率は下がる。逆に円安上の方向に進むと原価率は上がるということなので、原価率は高い方が良くない、低い方がいいということなので、こちらの銘柄は円高恩恵銘柄と言えますね。2つのグラフ、20年間でかなり近い動きをしていまして、相関を取ると 0.52 と、この相関が高ければ高いほど円高恩恵銘柄と言えるわけです。もう一つ例をご覧いただきましょう。今度はトヨタ自動車ですね。輸出企業の筆頭格、当然円安恩恵の銘柄ですが、先ほどのニトリの時と違ってドル円とトヨタ自動車の売上高原価率は逆の方向に動いています。当たり前ですけれども、オレンジのドル円が円高下方向に進めば輸出企業にとっては売上高自体がしぼんでしまうので相対的に原価率が上がる。逆に円安に進めば売上高が大きくなって利益が膨らむ。原価率は下がるということで、相関としては逆相関になり、トヨタ自動車の場合はマイナス 0.68 と逆相関の最大マイナス1ですので、かなり高い逆相関の関係となっています。ということで、売上高原価率のデータでしたら、296社に限らず、当然決算を出している2100社すべてで取れますので、
それをもとにですね、ドル円との相関が高い、つまり円高の時に恩恵が得られると思われる銘柄をリストアップしました。基本的に20年遡ってデータが取れるところまで売上高原価率とドル円の動きというのを相関取りましたけれども、右から2列目のところですね、すべて20期以上取れているわけではありませんが、ある程度15年、18年取れていれば相関のデータを取るには不足ないと思われます。今ご覧いただいているのは、例えば1兆円を超えるような大型株の中で、業種、平均の原価率、各銘柄の計測した決算期の平均となっています。例えば一番上 KDDI ですと、過去15年に遡って原価率を見ていくと、平均で 47.5% の原価率。そして変動率というのは、この15期の中でどれくらいボラティリティがあるか。11.6% ということは、原価率が 40% 弱の時もあれば、60% に迫る時もある。そんなようなイメージです。つまり原価の割合の変動が小さい銘柄、3番目のキッコーマン、あるいは下から4番目ニトリホールディングス、2.2% となっていますけれども、こういった銘柄は原価の変動が決算期によってあまり大きくないと安定した原価率になっている銘柄ということですね。ニトリのドル円相関 0.48、さっき 0.52 となっていたではないか、水増ししてんじゃねえよと怒られてしまいそうですが、ニトリに関しては直近の決算月変更によって最終の決算期直近のところがデータ上取れていませんでしたので、グラフ上を手で足すと21期 0.52 の相関ですが、一律計算した場合にはその手作業を加えていませんので、20期 0.48 となっていることはご容赦いただければと思います。さておき、ニトリホールディングスの株価、直近かなり急騰していると先ほどご覧いただきましたが、ドル円と原価率の相関としては、大型株の中で6番目に位置していて、それでも決算期による原価率の変動割合というのは 2.2% とかなり抑制されている。もっと円高の恩恵が大きく出そうな銘柄が他にも見受けられるということですね。例えば一番上の KDDI や2番目のヒューリック、4番目のサントリー食品インターナショナルというのはドル円の変動によって大きく原価率が動きやすいというようなデータになっています。こういった銘柄の中で株価あまり芳しくない、今後円高に進んでいった時に見直されやすいんではないかと思われる場合は、はるかに急騰してしまったニトリよりは狙い目になってくるんではないでしょうか。今度は逆に原価率とドル円の相関がマイナスになっている、つまり円安恩恵銘柄のリストをご覧いただきますと、こちら村田製作所やブリヂストン、安川電機、トヨタ自動車と有名な輸出企業が上位から多く並んでいますけれども、原価率の大小であったりその変動割合の大小というのが同じ業種、同じようなドル円との相関であっても差が出ているのは特筆すべきポイントかと思います。例えば2番目のブリヂストンと4番目のトヨタ自動車ともに同じ業種ですが、原価率はそれぞれ6割と8割ということで、トヨタ自動車の方がはるかに原価率が高いとなると、ドル円との相関はあまり変わりなくても円安に進んだ時に大きな恩恵が出やすい、円高に進んだ時には避けられやすいというのがトヨタ自動車の方になってくるんではないかと思います。また先ほど申し上げたように、円安に進んだ方が日本株全体としては利益が上がりやすい銘柄が多いということで、ドル円との相関プラスマイナス 0.4 前後でリストを切っていますけれども、やはりマイナスの方がリストとしては多くの銘柄が拾われてくるという形になっています。この中で円高に進んだとしてもそれなりに耐えてくれると思われるような銘柄というのは、その原価率の変動割合というのが比較的小さな銘柄というのを選んでいくと良いかもしれません。それでは先ほど証券会社のレポートで業種ごとに為替の感濃度というのをメリットデメリット見ていましたけれども、こちらのデータ分析で業種ごとにご覧いただきますと、まず円高に進むとメリットがあると思われる業種、主に輸入して国内で販売しているというような業種、例えば赤の枠で囲っている小売業、生活必需品などですね。こういったところでも銘柄によっては原価率とドル円との相関が逆に出ているものもあります。ご覧いただいている4つの銘柄ですと、ニトリやセブン&アイ・ホールディングスは円高に恩恵が出る純相関ですが、パンパシフィック・インターナショナル、ドンキの会社ですね、あるいはイオンというのはむしろ円安の方がいいといった逆相関の方に出てしまっています。こういった銘柄ごとの違いがあるので、業種というくくりで先ほどのレポートのように円高恩恵、円安恩恵みたいな言い方をするのは、結構危険なやり方ですねと
投資判断として銘柄選択には使えないよということになるわけです。真ん中の6銘柄、食品、飲料、タバコ。こちらも業種としては円高恩恵の銘柄と言われますけれども、一番上キリンホールディングスがあまり恩恵が出てない逆相関。味の素やアサヒグループホールディングス、日清食品などはあまり相関高くない。この中で円高に進んだ時に一番恩恵が出そうなのはキッコーマンということになります。その他、原価率とドル円との相関が最も高かった KDDI が含まれる電気通信サービス。こちらでご覧いただきますと、原価率の変動割合は非常に高くなっていますが、ソフトバンクグループにおいては、そもそも電気通信サービスというより、ほぼ運用会社と成り変わってしまいましたので、円高恩恵銘柄としては、こちらの業種から選ぶというより、KDDI をピンポイントで拾っていくべきかと思います。逆に円高に進むと良くない円安恩恵銘柄の業種。こちらでご覧いただきますと、まず一番上、テクノロジーハードウェア及び機器。東証区分で言うと電気機器ですね。村田製作所やオムロン。こういったところが円高に進んだ時に原価率が非常に上がってしまう銘柄ですけれども、この中では一番下のキアノンがそれなりに相関が小さい、円高恩恵とまでは言いませんけれども、避難先としては候補に上がってくる銘柄かもしれません。また輸出企業の代表格、自動車関連の銘柄については、ほとんど原価率がドル円と逆相関ですけれども、下の2つの銘柄、日産自動車はあまり原価率に影響しない無相関に近い数字。ホンダ技研に関しては、むしろ円高に進んだ方が原価率が下がるというような傾向が出ています。とはいえ円高に進むと思っている人が自動車関連の銘柄を好き好んで買うというのはあまり想定されないというので、次の業種ですね。素材関連の銘柄、鉄鋼であったり化学ですけれども、この中では下から2番目の日本酸素ホールディングス、相対的に原価率が低めで、ドル円との相関も相対的には円高の時に悪くない数字になっています。そして最後に今、絶好調の半導体関連の銘柄ですけれども、やはり軒並み輸出企業ということで、円高に進むと原価率が上がってしまう逆相関の銘柄がほとんどです。ただ、先ほどご覧いただいた自動車、あるいはこちら上のところに映っている素材といった銘柄よりは、原価率は業種としては低め、またそもそも為替レートがうんぬんというよりも、相場がもう半導体買っておけよというような相場付きですので、今回の分析でこの銘柄選んでいこうというような判断をするよりは、もっと他の要素を見ていくべきような業種かと思います。ただ、あえて申し上げると、最近ぐんぐんと株価を伸ばしているレーザーテックは、半導体関連の銘柄の中でも円高の時の原価率の相関というのは最も低い部類に位置しているというのは一つ買いやすい材料になるんではないでしょうか。ということで今回は円高になった時に恩恵を受けやすい銘柄、あるいは本来は円安の時に業績が上がりやすい経営形態なんですけれども、円高でも利益水準に耐性がありそうな銘柄というのをご覧いただきました。20年スパンで売上原価が必ずしもドル円だけに左右されるわけではありませんけれども、相関を取った時にある程度実態に即した数値が出ている。そして何より為替感濃度を開示しているような企業が上場企業の約 10% とごくわずかな中で全銘柄横断的に比較できるというメリットを感じていただけますと幸いです。またドル円の為替レート147円と150円の間を行ったり来たりと申し上げましたが、直近のところまでグラフご覧いただきますと147円を割り込むといったようなチャート的にはどちらかというと下押し圧力、つまり円高に進んでいきやすそうな形状にはなっていますので、今回の動画は参考にしていただいて銘柄選択、ポートフォリオの防衛に役立てていただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。